おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はうずらを1枚に開いた状態をグリエして、そこに今が旬のアグレッティ、おかひじきを添えたいと思います。このうずらの1枚におろすおろし方は以前にも動画で紹介しています。ですのでそちらを参考にしてもらったらいいと思います。それでは最後までお付き合いください。それでは始めていきましょう。まず最初にこのアグレッティですね。日本語で言うとおかひじきと訳されることがありますけども、見た目は似ていますが全く別の食材になります。イタリアではこれ春を告げる食材として知られていて、主に大体3月から5月に市場に出回ってきます。ちょうどこの時期にですね、新芽が出てきて柔らかい最も美味しい状態になりますので、そのあたりが旬になっています。下処理ですけども、シンプルに根っこの部分を落として、あとよく洗うだけになります。太い茎の部分がありますので、それはきれいに取り除きます。細い部分だけ使うという感じになります。冷たい水に入れてよく洗っていきます。やはり土が残っていますので、よく洗った後、アグレッティだけをすくって何回か水を変えてきれいに洗ってやります。このようにですね、ちょっと太い部分、この部分は取り除きます。本当にシンプルに湯がいてオリーブオイルと塩、レモンかけるだけでも非常に美味しいです。今回はこれをソテーして最後ビネガーでさっとデグラッセして仕上げていきます。オリーブオイルをフライパンに入れてゆっくりと熱しながら、まずニンニクですねを入れて、ニンニクの香りをオイルに移していきます。フライパンが温まってきたらフォークでニンニクを刺して、これを使ってほうれん草のソテーのようにですね、さっと炒めていきます。この時よく洗って水気を切ったアグレッティを入れて、ニンニクの刺さったフォークで混ぜてさっと炒めて終わりになります。軽く塩、胡椒をして炒めていきます。結構火を入れすぎてもシャクシャクとした食感が残りますけども、ほんとさっと炒めた方が美味しいと思います。このようにね、多少煙が出るぐらい熱々にした状態でさっと炒めていきます。ここで最後白ワインビネガー、赤ワインビネガー、バルサミコでもいいです。軽く酸味を足して完成になります。続いて貝油のキュイソンです。このうずら貝油の1枚おろしですけども、以前に動画を紹介しています。そちらを参考にしてもらったらいいと思います。その1枚おろしにした貝油ですけども、肉の面ですね、肉の面だけオリーブオイル、ピーマンとエスプレッド、パプリカパウダーのスモークのかかったもので汗止めしています。もちろん焼く前に塩コショウをして、皮の面にもオリーブオイルをかけてゆっくりとグリルしていきます。この時ですけども、よくグリル板ですねをよく熱くしてから置いていきます。その時ですけども、あまり熱すぎると焦げてしまいます。もちろんキュイスにも火を入れないといけないので、キュイスの方を押さえつつじっくりと火を入れていきます。このグリル板を使って焼く時のポイントですけども、なるべく触りすぎない方がいいです。触りすぎないといっても動かさないということですね。ただこのようにキュイスだとか手羽ですねが浮いている状態ですので、そこは押した方がいいと思います。よく色がついたところで90度角度を変えてもう一回焼いていきます。その時もですけども、浮いている部分ですね、特にももの部分はこのように押さえながら焼いていきます。この貝油ですけども、個人的に結構好きです。鶏よりも多少癖があり、鳩ほどそんなに臭くないような感じですね。独特の旨味があります。またパンタードとは違った白っぽい赤身の肉の旨味があると思います。これをですね1枚におろすことによって非常に食べやすくなっています。レストランでもなかなか1枚におろして出てくることないと思います。ビストロなんかだと丸のままロティすることが多いので、食べにくくてちょっとめんどくさいなって感じがしますけども、この1枚おろしになっているとがっつり食べれるので、個人的には結構好きです。
このようにきっちり焼き色がついたら最後ひっくり返して裏の面を焼いていきます。この焼く時のポイントですけども、表になる分最初に焼き出した面でだいたい9一損の7割方火が入っている状態にします。その後肉の方ですね、フィレになっている方を直接焼く時は残り 30% を焼いて終わりにします。最初からフィレの方だけで焼いてしまうと水分がより蒸発してしまってパサパサになってしまいます。ですので皮の面で6割7割火を入れて最後ひっくり返してほんのりと火を入れていきます。これも同じようにですね、向きを90度変えて焼き直していきます。このようにですね、非常に香ばしく美味しそうに焼けています。このように美味しそうに焼けて9一損が終わりました。それでは温かいお皿に盛り付けていきます。今回用意したソースですけども、ジューリエトマテです。以前にも紹介したソースですので、そちらを参考にしてください。そこによくグリエした貝を置いて、あとアグレッティのソテーを置きます。今回動画の構成上、先にアグレッティのソテーを紹介してますけども、本来だったら貝油の9一損が終わる寸前に粗ミニュットでアグレッティをソテーして乗っけてやります。最後フルドセルと黒胡椒をひいて完成になります。非常に春を感じさせる一皿になりました。グリエした美味しい貝の味とちょっと酸味の効いたジューとトマトですねのソース、あとアグレッティのシャクシャク感が合わさって非常に美味しい料理になります。今回貝油で、この料理作りましたけども、鶏でも非常に美味しいです。シンプルに鶏のもも肉を使ってグリエして同じように作っても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。